ともストームワーカーズンダモンなのだ。今回は姿勢表現の基礎を勉強したから備忘録として共有していくのだ。前半は基礎、後半は実装とそれに伴う注意事項なのだ。これを見れば FCR のローカルグローバル変換ができるようになるわ。姿勢表現で有名なのは回転行列、オイラー角、クオータニオンの3つなのだ。これらのうちグローバル、ローカル変換に必要なベクトル回転を容易に行えるのは回転行列とクオータニオンね。回転行列は前方、右肩、上肩の方向ベクトルを使い姿勢を表しているのだ。日本でも1位の姿勢を表せるけど、行列計算を行うには3問必要なのだ。左手形か右手形を定義しないと1位の姿勢は表せないのだ。第3のベクトルの方向の候補が2つ存在してしまうためなのだ。外積によって3本目は求められるから保存時は2本に減らしてもいいかもしれないけど、慣れないうちは実装が単純な3本がいいと思うのだ。姿勢同士の合成は行列1、行列2でできるのだ。この計算で姿勢が合成できるのはなぜ？まずは回転行列を振り返るのだ。回転行列は前方、右肩、上肩の3つ、厳密には規定ベクトルで姿勢を表していて、これは新たな座標軸の定義だと捉えることができるのだ。言い換えると、グローバル座標軸を回転させるとこの座標軸になるということね。回転行列1、回転行列2では、回転行列2の元々の座標軸をグローバル座標軸ではなく、回転行列1の座標軸とした時にどうなるかを計算しているのだ。最適化を行っていない、何を行っているのかがわかりやすい合成用の関数を概要欄に書いておくのだ。合成の式はネット上に多く公開されているので実際はそちらを使った方がいいのだ。なお、ここから先の行列はすべてベクトルが横一列に記述される下り優先を前提とするわ。回転の順序って結果に影響ある？あるのだ。この性質は姿勢表現である以上どうしても共通するので、どの規格でも気をつける必要があるのだ。ベクトル回転の場合、回転行列、ベクトルで計算できるのだ。これはなぜでしょうか？これを理解するにはまずベクトルの表し方を行列スタイルにならす必要があるのだ。皆さんが慣れているのはおそらく V、XYZ だと思うのだ。これを V100、X たす010、Y たす001、G という書き方とするのだ。在図は各軸方向の大きさだと認識してちょうだい。回転行列では100などで軸の方向を表すのだ。とりあえず X 成分の部分を抽出すると 100X となるのだ。回転によってこれが 0.7、0.70X のように変化したりするのだ。回転によって X 成分がどれほど他の軸にも影響を与えるかをこうして表しているのね。これを3軸すべてで行うと回転後のベクトルが求められるようになるのだ。関数化したものを概要欄に貼っておくのだ。ミスがあるかもしれないし、最適化もされてないからネット上から探してきた方がいいかもしれないのだ。回転行列はあまり扱わないからミスがないことを保証できないのだ。回転行列を逆回転にするにはどうすればいい？転置という操作を行うことで逆回転に変換できるのだ。説明に必要な要素に正規直行規定があり、これは各ベクトルが直行しており、大きさが1になっているというものなのだ。正規直行規定は逆行列と転置行列が同じになる性質を持っているのだ。回転行列は正規直行規定の条件を満たしているわね。クオータニオンは回転軸を定義してその軸周りに回転させるという表現を行うのだ。回転量を実数で、回転軸を3種の虚数で表すのだ。それぞれを実部、虚部というのだ。全体の大きさが1だから一部のパラメータをいじると他の値も変化するのよね。そのせいで非常に複雑に見えるけど実部と虚部を分けてみれば非常に単純なのだ。ただの回転量と回転軸だしね。クオータニオンには交換法則が成立しないといった特殊な性質をいくつか持っているけど、そこらは別の方の動画に分かりやすいのがあったわ。クオータニオン同士の合成はどうやるの？ 91、92で合成します。またか？虚数部分に癖があるのである程度計算式を事前に展開する必要があります。検索したことのある方はこの式を見たと思います。この複雑な式はクオータニオン同士の乗算を要素ごとに分類したものなのだ。虚数を持たない部分は W に、I を含む項は X に、J は Y に、K は G といったように分類するのだ。これらをまとめた関数は概要欄に記載しておくのだ。ここからは計算の順番の与える結果について話すのだ。
シンセシス91、92、91、92という関数があったとします。91を現在の姿勢、92を右に90度回転を意味するクォータニオンとするのだ。91、92をそのまま代入すると91をローカル座標軸で92分回転させた姿勢を表します。91、92を逆に代入すると91をグローバル座標軸で92分回転させた姿勢を表します。左から右か右から左かは表記によりますが、ここでは左から右です。ここで最も大切なのはどの順番で回転させたか、それが全てなのだ。合成の関数は概要欄に貼っておくのだ。このセクションがあまりに短すぎるのでなぜ合成が掛け算なのかという話をするのだ。クォータニオンの前提知識の一つだけど、使うだけなら飛ばしていいわ。複素平面の元となる公式にオイラーの公式があるのだ。I シータ、コサインシータ足す I シンシータという式で一つの回転を扱うことができるのだ。二つの式を乗算してみましょう。E や E ル、コサイン、A 足す B、足す I シン、A 足す B となるのだ。乗算によって指数が加算されているわ。これがオイラーの公式において乗算が姿勢の合成となる理由となるのだ。クォータニオンはオイラーの公式の三次元拡張を行ったものだから複素平面と同じように掛け算で合成するのだ。クォータニオンでベクトルを回すにはどうすればいいの？ 91、V、91、1。つまりクォータニオンと逆クォータニオンでベクトルを回転させるのだ。この計算をサンドイッチ積というのだ。よくわからないと思うので詳しく説明するのだ。まずはベクトルは 0xyz とすることでクォータニオンで計算できるようにするのだ。この時正規化はしないのだ。姿勢じゃないからね。サンドイッチ積を使う理由は W を0にできて都合がいいからなのだ。9、V のような操作をすると W に不要なものが混ざるのだ。W が0でなければベクトルではない何かになってしまい、計算に使えないからね。逆クォータニオンが式に入っているあたりで打ち消すのではと疑問を持った人もいるでしょうが理論上は大丈夫なのだ。計算式を展開していくと W は0になり、虚無はロドリゲスの回転公式というベクトルを回転させる公式と同じ形に変形できることがわかるのだ。ただし等倍のシータであるべきところが2倍のシータになっているので、そこを何とかする必要があるのだ。これに対してなんと数学者は最初からシータ2にするという手法で対応したようね。これによって副作用どころか1回転目と2回転目が見分けられるといった得意な性質を獲得したのだ。姿勢同士の補完でクォータニオンが強いと言われる理由がこれなのだ。サンドイッチ積を感覚的に理解するのは正直厳しい気がするのだ。投稿者も全くできてません。理論上いけるぐらいでいいでしょう。計算する関数は概要欄に貼っておくのだ。オイラー角はあまり知らないので今回省略です。一つ言えることはジンバルロックという重大な欠陥があるので初手変換が安定ということなのだ。ここからは変換だけは扱うのだ。最初に資料を提示するのだ。ここで使われているのはおそらく内部回転を前提としたオイラー角だと思われるのだ。多くのパターンの相互変換を扱っているのだ。オイラー角は回転軸が移動する内部回転と固定されている外部回転の2種類が存在し、これによって変換の方法が変わるのだ。オイラー角はロールの次によ、ピッチのように順々に回転を適用していくのだ。これは環境によって全く異なるので要確認で。各軸の回転元ならばクォータニオンも回転両列も容易に組み立てることができるのでこれらを合成していくのだ。例えばオイラー角が G、Y、X の時、内部回転であれば X、Y、G の順番で、外部回転であれば G、Y、X の順番で合成していくのだ。これは回転球などを姿勢球で乗算するとローカル基準での回転を表せるということを利用しています。内部回転ですね。計算式は左から右の時 9G、クイ、クスです。逆に姿勢球を回転球で合成するとグローバル基準で回せます。外部回転ですね。計算式は左から右の時 9X クイクズです。これに関しては言葉よりもアニメーションの方がわかりやすいのでそっちで説明するのだ。一番左は先に回転を適用してその後姿勢を適用しているのだ。一番右は先に姿勢を適用してその後回転を適用しているのだ。真ん中は回転を適用していない姿勢なのだ。先に回転を適用した時はローカル基準で適用したような姿勢に変化し、後で適用するとグローバル基準で適用したような姿勢になったのだ。こんな感じにオイラー角通りに適用したり逆に適用したりを3回繰り返すとオイラーをクォータニオンに変換できるのだ。まあそのまま計算すると割と重たいので最適化されたものが基本使われるのだ。ストームワークスでの変換コードは概要欄に載せておくのだ。
ここら辺は環境によって関数が異なるから資料の方を見てほしいのだ。投稿者が姿勢制御でやらかしたミスを教えるのだ。右手形と左手形座標軸を変換するのを忘れたのだ。オイラー角の場合、左手形と右手形の変換はロール、陽の根とピッチ方向の座標の符号を反転させることでできるのだ。髪型と前方は方向が変わらないけど回転方向が変わり、側方は向きが変わるけど回転方向は変わらないからこういう変換をするのだ。左手形と右手形の変換はクオータニオンや回転行列などに変換する前にやった方がいいと思うのだ。そうじゃないとめんどくさくなるのだ。基礎知識は十分だから、ここからはグローバルとローカル変換をするのだ。ここからの話はストームワークス環境を前提とするのだ。やることは結局のところ座標を回したり足したりするだけなのだ。ローカル座標を姿勢を使って回転させることで、グローバル座標と軸を合わせるのだ。このままでは地震基準の座標だから、地震のグローバル座標を加えることで原点基準のグローバル座標に変換するのだ。ローカル座標への変換はさっきと逆のことを行います。地震の座標分減算し、地震の姿勢を使ってベクトルを逆回転するのだ。FCR の話はしたから次はミサイルなのだ。真ん中の十字線が中心だとして円を見てほしいのだ。右上にあると認識できると思うのだ。これはローカル座標での時の視界なのだ。距離情報を組み合わせれば必要な回転量が求まるのだ。この作業をアタン2で行うのだ。ルアだとアタン YX で。コードはチータに載せておくのだ。これを使ったミサイルをアクショに公開したからリンクを貼っておくのだ。これで終わりなのだ。バイバイなのだ。